が日本料理に比べてちょっとストリートフードの話をしない。食事を食べ始めるときにこちらが我が家のキッチンでございます。マジでこれがあればレパートリーが増える。シエスト、皆さんこんにちは。アルナナチャンネルのナナです。そしてその旦那のリヴァイです。今回の動画はハンガリーの食文化についてお話ししていきたいと思います。多いですね。先日ですね、インスタグラムの方で質問をね募集させていただきました。で、その時にハンガリーの食事に関することをたくさん質問をいただいたので、ちょっと動画でいろいろ答えていこうかなと思いまして、この動画を撮っています。日本人大事ですね。食事の話大事でしょ。日本のテレビでそういうグルメリポーターみたいな。それしか見なかった。日本でいる時ハンガリーにないの？あると思うけど、日本ほどではなかった。美味しいみたいな。私餃子が好き。本当私も日本人はそういう話でよく盛り上がると思うので、日本語を学んでる時にもよく言われました。日本の食事を覚えた方がいい。なぜならそれですぐ会話できる。そう会話に役に立つ。食文化とても気になりますので、今から質問、皆さんからいただいた質問に答えていきたいと思います。はい、一つ目いきます。はい。ハンガリー料理ってどんな感じなんですか？美味しいですか？美味しいです。いや、多分これ斜め向けにの質問ですけど。まあそうだね。イタリアンとか、フレンチとかはさ、日本でも食べることができるんだけど、はい。ハンガリー料理屋さんってさ、あんまないの？聞いたことなくて。聞いたこともない。そう、私も多分リヴァイと付き合うまではハンガリー料理って何なんだみたいな、どんな感じなのっていうイメージ。結論的に言ったらハンガリー料理は美味しいです。私だけじゃなくて、先日日本から友達来てくれたんですけど、その友達なおちゃんね、なおちゃんももうハンガリー料理めちゃめちゃ好きで帰ってたね。多分リヴァイもリヴァイのお母さんもすごい料理が上手だったから余計に多分好きになったと思うんだけど、めっちゃおかわりしてた。すごい嬉しかったけどね。そうだね。でもなおちゃん的にはハンガリー料理が日本料理に比べてあんま別のものに感じなかった。そうなの。結構似てるって言ってた。馴染みのある素材使ってるし、馴染みのある調味料、なんか味、っていうのかな。私もそれはすごい思ってる。ハンガリーそこがすごい面白いところなんだよね。なんか日本人がハンガリー料理食べると、この味ってさめっちゃあれに似てるよねみたいなやつがあるんだけど、ハンガリー人が日本に来て日本食食べたりとか、ブダペストの中でもそうだけど日本食食べると全然違うっていうね。ラントフッシュっていうなんかお肉に衣をつけたハンガリー料理があるんだけど、それを初めて食べた時は私はうわめっちゃとんかつやんって思ったし、フッシュレベシをあれを食べた時は乳麺にめっちゃ似てるって思ったし、日本人からしたら食べやすいものが多いと思う。なんか癖がない。でも、リヴァイも言ってたけどさ、家庭によって全然味が違うっていう。グヤーシュラベシとパプリカシュクンプリ、もうみんな作ってて、みんなが食べる料理で、でも家庭によって違う味が出てくるんですけど、濃かったり薄かったりってこと？やっぱりお母さんの料理を食べて育つ。まあでもそれはどこの国のあれもそうだよね。国の料理も。いやでもハンガリー結構。そうなんだ。そこで違うということですね。はい。次いきます。ハンガリーの主食は何ですか？ハンガリーの主食。よく聞かれるねこれ。茹でた芋が一番普通。伝統的な。一番普通のハンガリー料理でそれがいつも出てくる。大昔ならパンが主食で。ハンガリーで？はい。じゃがいもがまだ発見されてない時は特にパンが主食で、じゃがいもが発見された時、あとはもうじゃがいもが主食になりました。でパスタはやっぱり20世紀に入ったハンガリーに。あとじゃあ私が気になってたっていうか、日本にはないもの、でなんかハンガリーでさパスタでさこうやって指でねじねじしてさ茹でるやつ。ノケルリ。ノケルリ。
難しいね。のけるで、はい、のける、まあパスタみたいなもので、そう、それはハンガリーに来て初めて食べた。なんかニョッキというのが、ちょっと虫みたいな。虫。芋虫みたいな。だけど味はめちゃめちゃ美味しいんだよ。味はすごい美味しいんだけど、なんかそれは日本では馴染みのないもの、で、多分日本人が見たらちょっとびっくりする。見たらびっくりすると思うけど、食感はパスタです。虫みたいなサクサクしないのでそうだね。でもそれは結構面白いと思った。シチューとかさ、スープとかと一緒に食べたりするよね。ぜひ食べてみてください。はい。じゃあ次の質問いきます。で、ハンガリーと日本の食文化の違い。最初に思い浮かぶものはですね、食事を食べ始めるときに、ハンガリーではキリスト教の信者が多いので、普通祈ってから食べる。で、昔の文化ですけども、ほとんどないと思いますけど、まあ一番偉い人、普通お父さんが最初の一口を食べてから他のみんなが食べ始めていいっていうのは30万年までにあったんですけど、ところどころの家庭でもまだ存在している文化ですけど、みんなちょっと待ってる気がしてる。いや、待ってるよ。私いつももう何を待ってるんだろうなって最初の頃思ってたけど、私は普通に食べちゃってたけどまあとりあえずみんながプレートにご飯を盛るまでは待たなきゃいけない。はい、まあそれが礼儀正しいっていう感じ。まあそれもだんだんなくなってるんですけど、で第2の違いなんですけど、日本みたいにもうお皿全部出して、でなんかデザートだけが後から出てくるじゃなくて、もう最初はサラダ、もしあればサラダが出てきて、でそれみんな食べて、食べ終わってからスープに入る、スープみんな食べて、食べ終わってからメインが出てきて、でそれでデザートで、それで終わり。なんかあれだよね、本当に1食ずつ出てきて、それを平らげたら今度次のやつが出てきてみたいな、本当に日本人でいうなんだろう、結婚式に出てくる食事とか、ちょっと高級レストランに行った時にそういう感じのことがある。そのフォーク順番にこうやって使いますよとかさ、なんかそういう感じがこっちの一般的な家庭でもやってるみたいな。そうで、日本の場合は好きなものを好きな時に自分で食べれるみたいな。そっちの方が楽だと思うけどね。じゃあ私は実を言うと、それで結構ハンガリーに来たての時は苦戦をしていました。なんかね、自分的にその一つのものをずっと食べてるとこうどうしても飽きちゃうんですよ。だけど次のやつもすごい食べたいんだけど、こっちを平らげないと次に行けないみたいな試練というかさ、美味しいんだけど途中ですごい辛くなっちゃって、それが、でだから味変できるものっていうの、例えば私の場合はトマトとかさ、なんていうんだっけ、ピクルスとかそういうのを横に置いといて、まあ食べやすいように。あとはそのスープが一番最初に来るから、スープってさお腹いっぱいになるじゃん、もうさ、そしたらもう次のやつがさ食べれなくなっちゃうわけじゃん。もうたらふく食べれる人ならいいと思うんだけど、まあ、私はちょっとそうでもない。なかなかそれがしんどくて慣れなくてで、まあ、リヴァイのお母さんにちょっとずつこう伝えていきながら、まあ、食文化の違いでね、ちょっとまあでもそれもちょっと大昔からの文化で、あ、そうなの？はい、最初にスープが出てくるのは、なぜなら昔の人たち、昔の農家の人たちはあんまり食事がなくて、だからお腹を膨らませるために最初にスープが出てきてて、でメイン料理、お肉は結構高かったので、それをできるだけ少なめにするのが大事だったので、先にスープが出てきて、そうやって節約節約してたんです。はい。節約術なんだね、これは。ある意味。まあ確かにそうかもね。いっぱい食べなくて済むかも、それなら。さあ、あともう一つ思ったのがさ、食文化っていうのかわかんないけど、日本の場合はさ、もうお母さんが3食全部作ってくれるみたいな。あ、今日の昼何しよう。で、昼ご飯食べ終わったら今度は夜ご飯何しようみたいなのをずっと考えなきゃいけないっていう主婦の悩みがあると思うんですけど、リヴァイとさ、結婚して一緒に住むようになってから、まあ、いいよ、昨日の夜ご飯残ってるじゃんみたいな。だから昼もったいないから昼それ食べようみたいなのがすごく
多い。ハンガリーでは当たり前ですね。あ、そうなんだ。まあ私の周りの人たち、普通の人たちがそうやって育ててきたんです。お母さんは一回多めに料理を作って、でそれを2、3日食べる。みんなまあ朝ごはんは違うんですけど、パンとか、でも昼ご飯と夜ご飯は、まあそれあるからそれ食べてっていう感じで。でも確かにでも残飯をもう出しちゃうぐらいだったら、ママさん的にもそれもすごいありがたいし、今すごい私もありがたいと思うからさ、でも日本の主婦で考えてたらめっちゃサボってる私みたいな、なんかもっと作ってあげなきゃいけないのにみたいな感覚になるんだけどリヴァイは全然いいよって言ってくれるっていう、なんかちょっと不思議な感覚になるでもまあありがたい、すごくそれは、食のなんか長持ちする長持ちしないっていうのもまあ変わってくるかもしれないね、そこは。ハンガリー料理は長持ちしやすいとかさ。いやでも 2、3 日ぐらいどんな食事でも大丈夫かな。そこもしかしたらなんかあるのかもしれないね、環境の違いでハンガリーと日本で。日本の方が高いので、高いので日本の食事はそれで腐りやすいって聞いた覚えがあると思う。確かにそれはあるかもしれないね。じゃあ次の質問いきます。ハンガリー料理でおすすめはありますか？世界で一番有名なハンガリー料理、グヤシスープが思い浮かぶ。本当にザ・ハンガリー料理なので、レストランで特に美味しく作ってくれるので、それがおすすめです。メインディッシュとしてはパプリカシチルケ、私個人的なおすすめです。私の一番好きなハンガリー料理です。で、さっき言ってたノケリと一緒に食べたら最高。はい、ディザートとしてハンガリーのドボシュトルタがおすすめです。たくさんのレイヤーがあって、くるみのレイヤーとか、で一番上にはマルツィパンのレイヤーがありますので、マルツィパンがハンガリーで結構有名なデザート。ケーキの上に乗ってるフィギュア人形みたいなやつ、あれマルツィパン、日本ではマジパンって呼ばれてる。マジパン私的なおすすめは、グヤシスープもすごい美味しいんですけど、あとはトゥルトゥパプリカっていうハンガリーってパプリカがすごい有名なんですよね。でそのパプリカの中にこう肉を詰めたその料理がありまして、それがめちゃくちゃ美味しい。私は大好きそれ、だし、さっき言ってたラントトゥフッシュっていうとんかつに入れた肉を揚げたやつもすごくおすすめで美味しいです。でも結構量がね多い、でかい、こんぐらいのやつがボーンってくるから太りますよ日本人でいっぱい食べれる人はいいかもしれないけど、小食だなっていう人とかはシェアして食べた方がいいかもしれないねちょっとストリートフードの話もしない？あ、いいよいいよ。でストリートフードでハンガリーの有名なチムニーケーキ、ハンガリーにもし激うまハンガリーにもしお越しでしたら、チムニーケーキは絶対食べた方がいい。ソフトクリームとかが入ってるやつがいい人たちはちゃんとしたところで買った方がいいんだけど、ファッションストリート、そうああいうところでね、そうだけど駅の中にある小さい販売店っていうのかな、なんかそういうところで買うともう本当に半額以下かな、食べれるよね。味も変わらない美味しいただ確か現金しか使えなかった気がするけど、だけどそう安く食べたい人たちはそういう駅の、チムニーケーキを食べた方がお得ですよっていう話です。ブダペストとか周りの街、歩き回ってたらランゴシュっていうものも目に入ってくると思いますけど、ランゴシュはちょっと独特な味をしてて、揚げパンだね、顔のサイズ以上の揚げパンで結構オイリーですよね好きな人はめっちゃ好き、でも嫌いな人も結構います。ハンガリー人の中でもチーズとかテイフを乗せたら美味しい。テイフはハンガリーのあれね、サワークリームみたいな感じ、が食べれます。それも一応ストリートフードになるのかな。
次の質問は、ハンガリーで日本のお店ありますかっていう。ジャパニーズレストランはあります。あります。たくさん。たくさん。ただ、日本食レストランはまあ高いです。とりあえず。はい。とりあえず高いですし、本当に日本で使われている食材とかはちょっと手に入りづらいので、ポイになるよね。ポイになっちゃう。ポイになっちゃうし、ちょっと地味な感じもありますし、でも、はい、ハンガリーに来てくれれば、ハンガリーの料理屋さんに行ってほしいな。まあでも住んでる人たちも見てくれてるかもしれないからさ。住んでる人たち、はい。まあでも分かってると思うけどね。ハンガリーに住んでる日本人の人たちは、ハンガリーの日本食にはあんまり自分たちで作れちゃうからさ。ね。まあ私的には、ナナの料理の方がずっと美味しいです。嬉しい。日本の人が嬉しいな。味が日本のものよりもラーメンとかが薄いね。で、多分ハンガリー人向けになってるのかなって私は思ってるけど、実際に日本に行ったらブダペストで食べた日本食と全然違うって思うかもしれない。だからそこだけはちょっとハンガリーの人でもし見てる人がいたらはい、言っておきますし、アジアンショップも結構ありまして、でそこで、いろんな日本の調味料は買うことができますとか材料とかね、ただそれも値段がまあまあ高い。だからまあ住んでる時に家でまあ日本食全然作れるんですけど、使っちゃってるとまあ家庭崩壊しますよね。お金的にそうどんどんなくなっちゃうよっていう話なので、まあできれば日本に帰った時に大量買いして持ってくるっていうのが一番ベストだね。もうナナが日本から持ってくる荷物の半分が日本の調味料。そう。もう服とかはこっちで買えないから。調味料大事だからね。はい、じゃあ最後の質問になります。ハンガリーで住むにあたってなんか料理のレパートリーがなかなか増えていかないんですけど、なんかいいものありますか？レパートリーについて教えてくださいっていうのを質問来ました。レパートリー、ちょっとこの辺に関してはキッチンでいろいろ見せた方が早いと思うので、今からちょっとキッチンの方に行ってお見せしたいと思います。はい、行きましょう。こちらが我が家のキッチンでございます。便利な材料を今からちょっとご紹介していきたいと思うんですけれども、まあ大体私たちがハンガリーでなんか主に使うものかな。なんだろうね。この辺のやつとかかな。なんかこれはフーシュレベシに使えるもの、でこれ牛肉のスープなんですけど、ここがチキンになってるやつとか玉ねぎになってるやつとかがあるんだよね。そう、こういうキューブになってて水にポンって入れるだけでもう味が美味しくなってしまいますのでこういうのを使うのは結構便利だと思います。でそれからこれがハンガリーのコンソメになります。これはねマジで万能だと思う。見える？チャーハンもスープもこれで作れるし、ホワイトシチューをこれで作りました。マジでこれがあればレパートリーが増えると思う。し、あとはまあこれはパプリカパウダーですね。ハンガリーの有名なパプリカパウダーです。でもこれエデシだから甘いやつじゃないの？甘いやつです。すいません。そうエデシが甘いっていう意味で、ここにチープシって書いてある場合は辛いパプリカパウダーになるので、辛いのがいいか普通のがいいかで使い分けてみてください。でそれから、すごくあって便利だなって思うものなんですけど、こういうねなんかクノールのなんかすぐに簡単にできるのがあるんですけど、私の一押しはこれメキシカンのやつなんだけど、これと、ひき肉と豆コーン缶を混ぜるだけでもう美味しいメキシカン料理ができちゃうんです。ご飯にも合うしパンにも合うし、マジで大好きこれだから日本にねお土産でも私時々買うんですけどだし、あとこれはホワイトシチューに似てるなっていうのは思った。ただちょっと薄めだからなんだっけ、コンソメ入れるといいかもしれない。これにパンケーキミックスあとこれですね。そう、これはパスタになるんですけど、さっき見せたこれを茹でて、でこっち
のスープを作って、そこに牛肉とか人参とかを入れて煮て、でこれと合わせて食べるとマジで乳麺、なんかちょっと日本風の味になるなって私は思ったから美味しいと思いますし、これがですね、それこそとんかつとかなんかちょっとパン粉が必要だなって思った時に、ちょっと細かいんですけど見える？これでいいなって思ってます。でパンをお家で作りたい人とかはこれですね、イースト菌が必要になると思うんですけど、これを入れれば膨らみます。リヴァイがよくパンをね作ってくれるのでその時はこれをいつも使っていますし、あとこれはバニラシュガーね、ほうきフリで使ってたやつ、あとスコールは、砂糖ですね。で生が塩覚えやすいね。はい、リストが小麦粉。クッキー作りたい時はこれでいいと思うので、普通のツコルともう一つポルツコルっていうのがあるんですけど、これはポルツコルは粉砂糖になりますね。甘いのが好きな人はこれ、はい、いいと思います。おすすめです。はい、子供大好き。と7。冷蔵庫の中をお見せしたいと思います。1週間に1回買い物に行くんですけれども、だいたいこんな感じになってますね。これリヴァイが作ってくれたラコットクロンプリ、レイヤーポテト、さっき言ったハンガリーのサワークリームですね。ドライソーセージなんですけど、これ、すごい日持ちがいいやつとテーフルと、あと卵とじゃがいも、塩コショウを使って、でそれを茹でてカットして、順番に重ねていくみたいな、はい、でオーブンで焼く。簡単だし美味しいよね、ワインはもう私本当に今を欠かすことのできないもので、サーラーズがドライっていう意味でドライロゼのワイン、ボルワイン、ここに書いてあるやつね。ドライが飲みたい人はここのサーラーズってやつを探した方がいいし、甘いワインが飲みたかったらエーデシュロゼボルを探してください。オニオンチューブも、割と使いやすいかなって思ったりする。使いやすいし、何にでも美味しく、そう美味しくなる。うちらはねシュパールが近いからいつもシュパールに大体行くね。こういうのとかもレンジで温めるだけで、簡単に食べれちゃうので、割と時間がない時にはおすすめ。これは肉団子です。自分で作ったやつ。我が家のキッチンというか、材料もろもろはこんな感じでした。なんか全然説明しきれてないものもたくさんあるかもしれないけど、もし何かね質問がありましたらいつでもコメントとかインスタグラムで DM でもいいのでしてください。私も助けてほしい、皆さんにお願いします。わからないことあったらぜひ教えてください。はい、じゃあこの動画いいなと思ってくださった方、いいねやコメント、そしてチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。シアストー。